にちは、すみれです。今日の動画では2024年のライトワークパレットね、ボリューム6。このフリーダムパレットについてしっかりと詳細を皆さんに共有したいと思います。この動画を見れば、このパレットに入っている色味や質感、今までのダニエサマイリックスのライトワークパレットね、これらと今回はどう違うのか、私の正直な感想や、このパレットでできるルック5つを紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。まず今回のライトワークパレットについて。このライトワークパレットっていうのは、ダネサマイリックスのブランドから年に1回限定で出るパレットになっているんですが、ライトワークボリューム1と2はハイライトだったんですね。で、ライトワーク3からアイシャドウだったり、チークだったりね、そういったところに使えるようになって、今回のこのパレットには、アイシャドウやチーク、そしてリップにもね、使ってくださいとのことです。で、私はライトワークの3、4、5っていうのをね、持っていて、今回これが6になるんですね。で、こう見ると、ケースがちょっと違うのがわかりますか？今まではね、型紙でできてるような形で、中を開けると鏡がね、ここにあったんだけども、今回は全体がプラスチックで、そしてね、重さがあるんですね。で、今回、蓋はこう開けるのではなくて、このまま開いちゃうんです。マグネットで閉まるような形になってます。そして開けた時にね、鏡はついていません。じゃあ鏡はどこにあるのかということなんだけど、実はね、これを外すと鏡になってるんですね。なんでこんなちっちゃな鏡なのかと思われた方のために説明をすると、今回ダネッサはね、このパレットに力を入れていて、このパレットね、こんな感じで6色ごとに取り外しができるようになってるんですね。そしてすべてマグネット式です。先ほどの鏡が蓋になって、マグネット式でこうやってね、持ち運びができるんですね。他の色も簡単につけることができるし、戻すときも簡単。これでしっかりとマグネットになっているので、こうやってね、入っちゃうタイプです。下を向けても落ちません。なので、このサイズだったパレットがこんなにちっちゃくなっちゃうんです。これで持ち運びができる、とっても画期的なパレットなんですね。そしてパレットと一緒に、このちょっと柔らかいレザーのような質感のケースがついてきていて、さっきのこのパレットが、このまま中に入ってしまうんです。ここを押してね、開けるような感じなんですけど、こんな感じで閉まります。で、この箱が結構大きいんです。箱に QR コードがついていて、これを読み取ると、このパレットでできるルックのね、動画っていうのを見ることができます。こちらのパレットはアメリカドルで128ドル。使用期限は12ヶ月なので1年間持つパレット。アメリカでデザインされて中国で作られたものになります。今回この中には18色入っていて、なんと9つの質感になっています。ということで今からどんな色味がどんな質感なのか、様々な光と元でスウォッチをお見せしたいと思います。こちらが自然光で見るクリームクロームズですね。この色のね、輝き、そしてね、すごくね、触った時に本当にクリームのようにね、しっとりとしています。しっかりとフルカバリッジでね、カバー力もある、そんな見え方ですね。単独でもいいし、トッパーとしても使える、そういった仕上がりのものになります。こちらが黄色の光です。そして白の蛍光灯の光。こちらがスリッククロームといって濡れた仕上がりのマルチクロームですね。結構黒と、そして濃いね、紫、そんなような見え方ですね。黄色の光で見るスリッククローム、白の蛍光灯で見るスリッククローム、そして自然光で見るスーパークロームズ。これはね、トリオクローム3色ぐらいにしっかりとね、色が変わるマルチクロームになりますね。この真ん中のね、色がすごくびっくりした。とっても綺麗なんですね。パンで見ると緑だったから、だけど装置してみるとね、すごくバイオレットみたいな色と一緒になっていて、とっても綺麗ですね。黄色の光で見るスーパークロームズ3色です。白の蛍光灯の光の下で見るスーパークローム3色。
そしてヘイロークロームズが2色。これはとっても軽い付け心地でありながらもダイナミックなねマルチクロームの色の変更ということですね。パッと見ねパンで見ると白いんだけども、こう見るとちょっと白いですよね。だけど光の当たり方で色の見え方がね、左の方はちょっとオレンジぐらいからオレンジ、黄色、グリーンとかね、そんな感じで見えて、右の方はピンク系ですね。そういった軽やかなマルチクロームになります。こちらが黄色の光で見るヘイロークロームズ。こちらが白の蛍光灯の下で見るヘイロークロームズ。とっても綺麗ですね。こちらはグラッシーンのね質感。これは特に色の変更はないんですが、少しね透け感があるような輝き、そういったものですね。グラッシーの質感、こちらが黄色の光ですね。白の蛍光灯です。ソフトサテンマット。これは特に色の変更はないんですが、サテン感のあるマットの質感が3色ですね。こちらが黄色の光で見るソフトサテンマット3色です。白の蛍光灯の下で見るソフトサテンマット3色ですね。ディオクロームクラッシュスパークルズというものになるんですけれども、ディオクロームなんだけどもね、少しだけね透明感があるような、そして立体的なねトッパーが加わったような見え方をするものになりますね。ディオクロームでも色の変わりよくわかる方ですよね。こちらが黄色の光、白の蛍光灯、こちらがクッションクローム。これはねとってもクリーミーなねしっとりとした質感ですね。そして色の変更もねすごく綺麗に淡いんだけどもしっかりとした発色でねよくわかるタイプですね。他の光でもお見せしますね。こちらが黄色の光で見るクッションクリームの質感。そして白の蛍光灯の下で見るこちらの色味ですね。色の変わりがとても優しいんだけども発色がねしっかりとしていて本当に綺麗なね光ですね。今までにはなかなか感じられなかったものかななんて思います。とても素敵です。こちらが最後の質感、エラスティンマルチクロームといったものですね。透明感がねあって、そしてホログラフィックのようなねそういった色味の変わり方ですね。とっても軽くてね薄くつく感じだけども色の変更が綺麗にわかりますね。こちらが黄色の光。角度によってはね色が透明で見えるところがありますよね。だけどもしっかりとね光の当たり方で輝きが見えてくれます。こちらが蛍光灯の下で見る見え方ですね。本当に軽やかできらめきが綺麗ですよね。透明感もありつつすごくね繊細に細かく強く輝いてくれてますね。いかがでしたか？綺麗でしょ？ただね、前回のライトワークを持っている方もいらっしゃると思うので、ライトワークボリューム3、4、5と比べて今回のパレットはどうなのか、今からね、比較をしっかりとお見せしたいと思います。まず、このライトワーク5ね。そして今回のライトワーク6。上がライトワーク5、I am パレットですね。そして今回のライトワーク6の色味になりますが、こうして実際に全色を並べてみました。いかがですか？例えばグリーン系で言うとね、今回の方が少し明るめのグリーンが入っている印象ですよね。上の方もこっちもグリーンとピンク系のデュオクロームもあるんだけども、こっちの方が濃いグリーンから明るいグリーン、そして黄色、そういった色の変更、オレンジにも見えますよね。そしてここにある色がね、明るい淡いね黄緑、それからラベンダーのような色のデュオクロームね。今回ねブルーに関しては前回のものよりもブルーはねしっかりと色の展開があると思います。そしてこの明るいね水色のようなものからブルーとパープルとねマルチクロームのようなものも入ってますよね。そして特にね色の変更はないマットのね滑らかな質感のものもあります。
それから最後に黒と深いねパープルというのかな、そういったデュオクロームもあったりして、すごく幅がね広いですよね。で前回のブルーもね、明るめのブルーと濃いブルーのねデュオクロームみたいな形になってると思うんですけど、こういった見え方の違いがありますね。そしてこっちがピンク系ですね。こんな違いです。皆さんはどちらがお好きですか？ではライトワークボリューム4と今回のボリューム6を比べたいと思います。上がライトマークボリューム4の方で、下が6ですね。全体的にボリューム4の方が鮮やかなのが分かりますか？そして質感もウォーターアクティベートといって、水でね溶かして使うようなね、ちょっと固形の絵の具みたいなありますよね。乾いていると触っても手につかないけど、水で溶かして使うようなね、そのタイプも2色あったりとか、あとはフレーク状になっていて結構粒が大きめなんだけども、すごくねしっかりとした発色のものもあったりするんですね。本当私にとってはね、個人的にお金出して買った甲斐あったなーっていうような色の展開なんですが、今回のねものは全体的にもっと優しい色味も入っているので、現実的にね使いやすいって感じられる方が多いと思います。でそれだけではなくて、ブルー系ねちゃんとしっかりとね色の鮮やかさっていうのもありながらも落ち着きがありますよね。なのでここまで来るとさすがに使えないなって言った方も、これだったらね使えるかなって思われる方もいらっしゃると思うんですよね。こういった違いになります。こちらがライトワークのねボリューム3になります。このパレットからマルチクロームとかねたくさん出たんだけど、この中にはね2つこのクリーム状のものがあるんですね。そしてここの4色は顔のハイライトとしても使えますよといったものなんですね。でそれ以外はマルチクロームだったりとか、しっとりとしたマットのものがね黒で入っています。で今回のねものとパッと見ちょっと白が多いから似たような印象があるんだけど、結構ね違うので実際スウォッチでお見せしますね。上がライトワークボリューム3、下が今回の6になるんですが、まず左2つがねこれがクリーム状のものなんですね。クリーム状なんだけども、のせるとさらっとね広がってくれるんですね。そしてマルチクロームがあったりするんですが、このねブルーが唯一ねラメ感があるちょっとベタっとしたもので、私はねあんまり好きじゃなかったんだけど、それ以外はねすごく好きだったんですね。黒のねしっとりとしたマットの色があったりとか、鮮やかなねこのパープルとかブルー系のマルチクロームだったりで、このねパール系のホワイトと、あとは優しいねイエローからオレンジのこの色が私はとっても好きだったんですね。あとはねこういったゴールドだったり他のマルチクロームだったり、そしてここのね4色がハイライトにも使えますよといったようなタイプの白系なんですね。ただハイライトに使ったらね、私はちょっとラメが落ちるかなっていった形であんまり使わなかった4色なんですが、それ以外のねとにかくこれがこんなにマルチクロームがたくさんあると思ってね、すごくダネッサにハマったきっかけにもなったような色なんですね。で今回のとね比べてみると、断然同じねこの水色系のものでも今回の方がずっとねテクスチャーがいいものになっていて、こう見るともう同じねライトワークでマルチクロームが入っていてもいろいろねパターンが違ったりとか見え方が違ったりしますよね。似たような色があってもやっぱり少しずつ違ったりとかね。これらが比較でした。ということで皆さんはどのパレットが一番お好みですか？で色は綺麗なんだけど実際どんなルックができるのか気になるなっていった方のために、今から5つのルックをお見せします。そして私は普段このパレットを使う時にはマットのねパレットと一緒に使うことが多いんだけども、今回の動画ではあえてこのパレットの中に入っている色味のみを使って5つのルックをお見せしますので、どんなものができるのかご覧になってみてください。ルック1、最初はこのサテンマットの色味と、そしてねイエローの色味を使った2色使いの簡単なルックになりますが、秋を連想させるようなねとってもあったかみのあるルックかなと思います。それでは早速やっていきましょう。最初にこの色をブレンディングブラシに取ります。際の部分と、そして中間色のところをのせます。そしたらこちらのイエローを取って内側から真ん中までのせていきます。こんな感じね。そしたら端のところね、もう一回同じ色味を少し重ねていきます。また同じ色を取ってちょっと深みを足していこうと思います。
もちろんね平ブラシとかで取った方がしっかり色がつくんだけど、私は少しずつね様子を見ながら重ねていきたいので、結構ブレンディングブラシを使うことが多いんですが、本来ブレンディングブラシは色をねぼかすための用途であったりするので、平ブラシで最初につけてブレンディングブラシでぼかすっていうねやり方をしてもいいんですが、それはご自身のねやりやすいようにされてみてください。で、下まぶたにも同じ色を取ります。際にまずのせたら、あとは残りについたものでね少しだけ全体にのせます。そして同じ色味を目頭から真ん中に、こちらも下まぶたのせていきます。そうするとルックの完成になります。こちらにアイライナーやマスカラをねしっかり綺麗につけてあげると、またね一気に深みがね加わるので、ぜひねそういった使い方をしていただければなと思うんですが、秋を連想させるようなねとってもあったかみのあるルックかなと思います。お手持ちにね深みのあるブラウンがあったら、際にもう少し足してあげてもさらに深みが出たりするので、ちなみにこれがマットのブラウンをね際に足した方ですね。こっちが足してない方、足した方、イメージとして足した感じもちょっとお見せしようかなと思いました。ルック2、こちらは湖の上に暖かいねピンク色の光が当たったような、そんなところをイメージして作ったルックになります。最初にこちらのサテンマットの青の色味を取ってまぶた全体にのせていきます。真ん中のエリアにはこの色を取ります。そして平ブラシまたは指で真ん中にのせていきます。そしてピンクに色が変わるトッパーになるねこの色味を取って、さらに真ん中にのせます。そうするとあったかいねピンク色っていうのがほのかに見えますね。違った角度からお見せしますね。次はこの色を取ります。そして下まぶた全体に塗ります。先ほど使ったトッパーの色味を取って下まぶたの真ん中にのせます。そうするとルック2の完成です。水色の上に柔らかいピンクの色味が乗っています。全体的にクールトーンではあるんだけども、このピンクがあることであったかみを持ってくれますね。ルック3、これはすべてね質感のあるものをね重ねてグラデーション使いしたルックになりますね。内側、真ん中、外側の順番で塗っていきます。最初に内側、グラデーションにするので同じブラシで次の色を取ります。そして真ん中の色味、中央全体にのせていきます。そして最後の色味を取って外側にのせます。下まぶた、この色を取って外側3分の1にのせます。この色を取って真ん中に、最後はオレンジを取って上と同じ順番ですね。そうすると質感のあるものでできたグラデーションのルックの完成です。これ実際やるとかなりギラギラになっちゃうかなと思われる方もしかするといらっしゃるかもしれないんですが、そんなことなくてね結構自然な感じで見えてくれるので、つける量にもよるんですが、よかったらやってみてください。でこちらのねパレットには特に完全なマットの色は入っていないので、サテンマットとかになってくると思うんだけど、私がねこのパレットを使う時にはおそらく際の部分っていうのをマットのねブラウン、あったかみのあるブラウンとかで軽くぼかしてあげるとさらに立体感と深みが出てくるので、そういった使い方をするかなと思います。このルックはあえてね質感のみで作っています。ルック4、3色で作る真ん中がね一番明るくなるようなヘイローアイと言われるねデザインなんですけども、そちらの紹介になります。こちらのサテンマットの色味をとって内側外側トランジションシェードを埋めていきます。内側の部分、外側の部分、そしてつなぎですね。そしてこちらの色を真ん中にのせます。そして下まぶた全体にはこの色をとって全体にのせていきます。
そうするとルックの完成となります。真ん中にね、ニュアンスがあるね、光の輝きですよね。これはね、ナチュラルメイクでも使えそうですね。ルック5。こちらはピンクのね、可愛らしいニュアンスのルックの紹介になります。最初にピンクのサテンマットを取って、トランジッションシェードの部分と、そして際の部分にのせていきます。そしたらこのピンクの色を取って内側から中間にのせていきます。そしたらこの色をトッパーとして使います。上に重ねていきます。そしてこちらの色を下まぶた全体に。そうするとルックの完成になります。ピンク系のね、ニュアンスのあるルックですね。このサテン系のマットなので、マットすぎない、ね、ちょっと光沢があるような感じですよね。すごくブレンドもしやすいので、意外にね、使いやすいかなと思います。こちらが最後のルックでした。これらがね、5つのルックだったんですが、今回のね、動画ではこのパレットのみ5つルックを紹介しましたが、現実的には私はマットと一緒に使うので、そういったルックに関しては、インスタグラムのアカウントでストーリーとかね、そういったところで共有しようかなと思うので、よかったら私のインスタグラムのアカウント、@beauty_すみれ、こちらのアカウントよかったらフォローしてみてください。コメント欄や概要欄にもリンクを貼っておきますね。じゃあここからね、私の正直な感想っていうのを様々な観点からちょっとお話ししたいと思います。まず、このケースね。ケースはよくできました。だけど欲しい。と思われた方。そう。すごくね、素晴らしいと思うんだけど、もうちょっとだったんですよ。それは何かというと、これがね、グランドワークパレットっていったものなんだけど、クリーム状のものとパウダーのものがね、一緒に入っているタイプで、眉毛だったりとかアイライナーだったりとかね、あとはアイシャドウのベースだったりとか、結構いろいろ使えるパレットなんだけども、これも全部マグネット式で取り外しができるんですね。だからせっかくダネッサマイリックスでカスタマイズがね、できるんだったら、これも入ったらいいですよね。若干サイズが大きくて入らないんです。ナターシャ・ディノーナのミディアムサイズ、そしてビジアートのね、色味は、形はちょっと違うけど中には入ったので、色を抜いて入れ替えることもできます。ただ、こんなにちっちゃくなるんだったら、旅行の時でも全色私は持ってきたいんです。結局自分でミニサイズのマグネット式のものを買って、追加で何かこうマットとかの色を入れて持っていくような形になると思うので、それらがこのサイズに入れば、ちっちゃくね、持ち運びができる。そしたら私は意味があったんですよ。じゃあどんなものだったら私は嬉しかったかっていうと、このサイズで中のこの枠がないタイプ。こういう感じですよね。このタイプのちっちゃいのを一つ予備のパレットとして付けてくれれば、この薄さのものをもう一個付けることができたら、同じサイズでスリムにまとまって、それこそ本当に使えるパレットだと思うんですね。このね、素敵なポーチを付属でもらうよりも、空のパレットがあった方が、ずっと実用性が私の場合はあったかなって思いました。ただ、素晴らしいですよ。素晴らしいけど、欲を言うとね。で、色味なんだけども、今回もピンク系はピンク系でまとまっていて、ブルー系、グリーンとかオレンジ系でね、まとまっているので、使いやすさがあると思います。例えば、この白系のものっていうのはパッと見わからないんだけども、ピンク系に入っていると、このピンク系の色味が出るような白だったりするので、すごくね、わかりやすかったりもします。ただ基本的に変更カラーって、この手に取ってみるとまた色がね、変わって見えたりするので、私の場合は自分で撮ったスウォッチがありますよね。それをスクショして一つにまとめて、いつでもそれを見て色味がわかるようにね、してたりします。なのでよかったら私のスウォッチもスクショなどを撮って、携帯に保存しておいてください。で、次はね、質感ね。今回質感は9個入ってますよね。このサテンマットっていうね、マットの質感が多めに入ってた印象があります。今まではね、しっとりとしたブラックのマットとかはあったんだけど、基本的にこのマルチクロームだったり、デュオクロームだったりね、変更カラーが多かったんですね。
ただ変更カラーって作るのにね、制作費がやっぱり高いので、今回はこのパレットにお金がかかってると思うので、サテンマットとかね、マットの質感を入れて少しね、コスト面でバランスをとってるのかなとも感じます。やっぱり初めてね、こういった色味を買う方っていうのは、見る分には綺麗だけど、自分にはちょっとそんなテクニックないし、高いお金出して結局使わなかったらもったいないって思われる方もね、いらっしゃると思うし、私もね、昔はそういうタイプだったんですよ。それだけに、こういったものっていうのは、普段使いにポイントで使ったらすごく綺麗っていうことが分かったので、実際ナチュラルメイクだからこそ、こういった色の変わりっていうのを薄くつけるとニュアンスがよくわかるんですね。スパイスの詰め合わせだと思っていただければ、何もね、全部のスパイス一気に入れなくたっていいじゃないですか。1個で十分でしょ？だからそう思うと、普段の自分のしているいつも通りのメイク、ナチュラルのね、ブラウンだったらブラウン系のメイクに、一つだけ軽くね、このトップにトンポンポンってかけてあげるだけでも、すごくニュアンスが綺麗に出てくれたりするので、軽くつけてあげればトゥーマッチにもならないので、ぜひね、そんな使い方で楽しんでいただければなって思います。で、前回のパレット、アイアムパレットね、これはアファメーションできるパレットで、色に守られてるとかね、愛されてるとか、そういったアファメーションの言葉になっていて、真ん中にアイアム、私はってあるので、これをね、読んで使う色を言うと、私は愛されている。私は守られているとかね、いろんなポジティブな言葉、アファメーションを自分にかけてあげることができる。そういったパレットだったんですね。でこのパレットぐらいから上の段とかもナチュラル使いがすごくね、しやすくなったので、この2つはとっても色の変更カラーが綺麗なんだけど、同時にナチュラル使いもね、すごくしやすいと思います。もうね、ダネッサのマルチクロームを私は毎回買って、もう後悔したことはないです。このライトワークボリューム1と2に関しては、ダネッサマイリックスの公式サイトで今でも買えます。ただ、ライトワークボリューム3からは、このアイシャドウとかチークとかね、そっち系になって、で、限定版になったので、だから売り切れたらもう終わりで、毎年ね、新しくなるんですね。そこはね、気に入ったタイミングで買うといいかなって思います。ただ、このパレットすごくね、値段もして今円安なので2万円ぐらいする形になっちゃいますよね。1年間で考えると、1日あたり54円なんですけど、1日あたり54円なので、そういった1日あたりで考えれば、ね、ちょこちょこコーヒーとか買ってる人だったら、それを買わずに、このパレットに投資するっていうのもありかもしれないんだけど、実際、現実的に考えると、使用期限1年だけど、2年ぐらいは使ってる方結構いらっしゃるんじゃないかなとは思うんですよね。そう思うと、1日あたり27円。さらにお得。もういいね。今までね、あまり変更カラーとか使ったことない方っていうのは、結構これは買う価値があるかなって思います。で、ダネッサマイリックスは公式サイトね、日本にも発送しているんですが、ただ、英語がちょっと苦手っていう方であったら、ビューティーリッシュっていうサイトがあって、で、そこはね、日本語記載でカスタマーサービスもね、日本の方が対応してくださるので、すごく親切でいいサイトだと思うので、よかったらね、そちらを使ってみてください。公式サイトではもうこれ売り切れてるんだけど、まだビューティーリッシュとかだと、このね、パレットが残っていたりするので、ぜひね、ちょっとこの動画を参考にしていただいて、決めていただければと思います。改めて興味がある方のために、ライトワークボリューム3のスウォッチ。そして、ライトワークボリューム4のスウォッチ。そしてこちらがライトワークボリューム5。上段の色味、中段の色味、下段の色味。こちらはアファメーションのパレットになっているので、興味がある方のためにどんなアファメーションかよかったら聞いてみてください。私は回復する強さがある。私は輝いている。私は中心にいる。私は守られている。私は進化している。私は強い。私は勇敢だ。私は強い情熱、激しさがある。私は恐れを知らない。私は愛されている。私は癒されている。
私はインスピレーションを与えている。私は豊かである。私は無敵である。私は止められない。私は力強い。私は壊されることはない。私は十分だ。そしてライトワークボリューム6、今回のフリーダムパレット、皆さんいかがでしたか？これら18色、とってもね綺麗な色味が詰まっていました。ぜひ購入の参考に、また今後のパレットを買う時の参考にもこちらの動画活用していただければ幸いです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。